はい、赤松ネロです。10年ぐらい前から美術を始めたんですけれども、会社を辞めてで、芸大に入ったんですね。でそれから美術を始めるようになって、蝶渦巻きというのはもともと渦巻きに興味あったんですけれども、渦巻きというものが特別なものだと思って、で宇宙のエレメントの一つだと思うんですよね。銀河系とか、それから小さいところでは巻き貝とかね、それから光子フォトンとか、そういったものが、ほとんどのものがこう渦巻きというか回転してるんで、もしかすると本質っていうかね、そういうところと関係してるのかなとも思ったんですよ。そこから音がもしかすると面白い音が出るんじゃないかと思っていろいろ実験してたんですよ。でそこで見つけた音っていうのがね、とても面白かったんで、それを発展させて形を作るようになりました。この上の形というのは、この器官というのは人間の体の内部の構造の基本的になっているものですよね。そういうものをちょっと意識してます。一番最初に作ったのはホーンの形状があって、その下にこう螺旋があるんですけど、その螺旋というのはね、耳の中に蝸牛管っていうものが入ってるんですけど、その形をちょっと模してみたんですよ。体内の音っていうのも小さいじゃないですか。例えば心臓の音にしても。ですからそういう小さな音に魅力を感じたっていうかね、宇宙の音を聞くみたいな、大げさな言い方ですけれども、そういう壮大なものを小さなところでね見つけるっていうのが面白いんじゃないかと思います。地磁筋窟について、リズムというものが渦巻きと同じようにとっても重要なもんだと思ったんですよ。それでリズムと地球が持っている大きな力である地磁気と、それと繊細な音と、その特別な関係を作ってみたわけなんですよ。タイトルが地磁筋窟っていうのは地磁気と水筋窟を合成した言葉なんですけれども、ほぼ完成している時に京都の大原に行ったんですけれども、そこで水筋窟っていうものに出会ったんですね。で自分が作っている作品とその水筋窟の音がどっか似てるなと思って、水筋窟から名前取ったっていうのがね、もう一つ理由があって、茶室の前に水筋窟って設置されることが多いんですよ。そうすると普通の世界と特別な茶の世界を分けてるっていう、ジル・ドゥ・ルーズっていうフランスの哲学者なんですけれども、小さな子供がね暗い夜道を歩っていて、家に帰ろうと思って歩ってるんだけどとても怖くてね、ところが歌を口ずさんでみると怖くなくなる。自分の周りに自分だけの空間ができて、領域ができて、外の怖い世界と分かれるわけですね。リズムが領域を作るっていう。でちょっとそれは共感できるというか、リズムっていうのが音楽ではないリズム、音楽家であったらばそこに感情を込めたりとかね、そういうことではなくて、ランダムな音っていうこと、自然に出てきたものをそのまま表現するっていうふうにやってます。